コーピオンターンというのがあるんですけども、はいはい。どんなターンなのかというのを皆さんちょっと一回絵に描いてみてもらってもいいでしょうか。おおー、なるほど。波を立たせて後ろの人たちを置いていくみたいなイメージ。逆側に一瞬軽く体重乗っけてからその勢いでさらに感性をかけてカーブするとサソリの尻尾がちょっと曲がってるのでなるほどね。おーちょっとさっきからまずこれどういうこと？エデン組の逃げ差しまくり。突如あるボートレース部に集められた私たち。一体ここで何が始まるんだ？なんだここ。なんか教室みたいに見えますけど、難しいですよね。なんかうん青春の匂いがしてきました。 B さんの母校これ母校なのいや違うこれ。違う、母校ではないですけど、なんか黒板に書いてますよね、これ。確かに。なこれ。なんですかこれ、一体。みんなね、あ、あれはじめまして。ははじめまして。はじめまして。みんな入部ありがとうね。入部？なの？皆さんようこそボートレース部へ。ボートレース部。レース部。ボートレース部。僕はボートレース部の顧問琵琶湖大ナマズのビナちゃんです。よろしく。皆さん、はい。あ、よろしくお願いします。お願いします。ビナちゃんと呼んでいただければいいかなと思いますんでね。はいみなちゃんわかりました。ちょっとね君たちまだ僕名前わからないんで一人ずつ軽くじゃあ自己紹介もらってもいいかな。私、2次3次所属、エデン組というメンバーのオリバー・エヴァンスと申します。バーチャルプロフェッサー、普段は教授という立ち位置で、大学で授業などもしているんですけれども、ボートレースか。完全な初心者なんで、今回は学生という立ち位置でいろいろと学ばせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。どうもレオス・ヴィンセントです。よろしくお願いします。いつもはですね、6畳和室のマットな研究室でマットな研究をしているので、今回はですねこのボートレースマットな目線でね見ていきたいなと思っておりますんで、どうぞよろししくお願いします。レオス君なんでちょっと半笑いで喋ってんだよ。いや緊張してるなんかちょっと緊張してるかもしれませんね。新しい空間によって。じゃあ最後お願いします。はい、コンパタ君たち23所属エデンという町でボディーガードをやっているレインパターソンと申します。ボートレースは大好きです。日頃から配信とかでもやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レインちゃんはボートレースやったことあるってことなんですけども、どれぐらいやられてるんですか？ボートレース歴で言いますと。3年経ってないぐらいですね。でも3年もやってればもう大体のことはもう分かってる感じですね。いやでもなんかもう素人のね、なんか横好きなんであんまり詳しいことは分かんないかもですが。ということで今回はね、よりボートレースの魅力を知ってもらうべく、この部活動ではいろいろと私準備しております。ありがとうございます。ありがたいです。何時間かね授業受けてもらったらもう10年ぐらいやってた感じ出せると思うんであらプロ、もはやプロ。プロになる。しっかり短期でね皆さんね集中して覚えてもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。では早速ですが、まずはボートレースの基礎知識をみんなで頭に叩き込んでもらいたいと思います。じゃあまずそもそもボートレース場が全国にどれぐらいあるか、レインちゃんはもちろん知ってますね。多分はい、わかるかも。ほう。ちなみにじゃあ何畳ぐらいあるでしょうか？待ってくださいね。はいこれでうん24おんかかってなんだ。 28どっちか。正解24です。おお、さすが。よし。出ますね。さすがやってますね。北は群馬県の桐生市から南は長崎県の大村まで、日本全国に24条あります。で実はそれぞれにマスコットキャラクターがいたりして、各レース場ならではのグルメなんかも結構特徴を出したりしています。そして何を隠そう、僕自身も滋賀県にあるボートレース場ボートレース琵琶湖のマスコットということで、みんなには事前にどんなマスコットなのかを宿題で書いてもらってるらしいね。じゃあ早速ちょっと一人ずつ見ていこうかと思いますね。お願いします。お願いします。はい、どうですか。レインかわいい。可愛いけどね、確かに。そう、琵琶湖とうん果物の琵琶とをかけてるんですよ。なるほどなのでオレンジのイこういうことルカさん。ですね。なるほど、ありがとうございますね。はい。じゃあ続いてオリバー。オリバー君、これはもしかしてちょっと何かの病気なのかもしれないね。絵は描けないんです。
こんな絵心ない人久しぶりに見ましたけども。確か琵琶湖ってうん。船の名物があるって聞いたので、ああ、なるほどね。釣りとかね、みんなね、船はい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 釣りに行ったりしますもんね。なので船の頭でなんかボートの帽子をかぶってるなるほど。かなと思って。なるほど。ありがとうございますあ。りがとうございます。おーうん。じゃあ最後レオス。はいはいこちらでございます。琵琶湖といったらやっぱり大阪の水道、はい。大きな水を担ってる、なるほど。懇願してる食い倒れ人形に水をちょろちょろと与えてる、そして琵琶湖といえばまあ鳥人間、ペダルと羽がある。なるほど。非常に面白い絵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ実際の正解のビナちゃんを見てもらってもいいですか？私の姿を、はい、お願いします。こちらでございます。あかわいい。あ、でも先生が割とそうなのよこ。れ船じゃないでしょ。船ではないけど、ん上に船乗ってる。そう、頭に船を乗せるっていう発想は非常に良かったです。やったたよかったらね、このビナちゃんの顔覚えておいてください。はい。覚えました。可愛い。ボートレース琵琶湖は琵琶湖の南西部に位置しているボートレース場です。はいはいはい。はい。これ実はですね、もう京都駅からボートレース場の最寄り駅大津京駅までは電車で約10分で着きます。まあそれはほぼ京都ですね。はい。確かに。ですんでね、皆さんもし京都に旅行行く際と結構あると思うんですよ。はいそう。ですね。よかったらボートレース琵琶湖ちらっと寄ってってくれたら嬉しいなと思います。確かに。なるほど。大ですね。10分ですもんね。気軽に行っちゃいますね。いいですねそうなんですよお昼頃に京都駅着いて、ついでにそこでボートレース見ながらお昼食べるってなかなかいいと思います。今喋ってるのオリバーくんだよね。はい、そうです。すごくいい生徒だね。ありがとうございます。うんなんかひいきが早速起きていますね。入ってるなぁ。こうやって格差が生まれるんです。早速ですけども、はいボートレーステストしちゃってもいいですか？レイン君が圧倒的有利。はい。今回優秀な成績を収めた1名にはご褒美があるのでえ全力で頑張ってください。かなり高価なご褒美となっております。そんなにですか？もちろん正解が全てではなく、まあ一番はやっぱりどんだけボートレースに前向きになってくれたか、そこをかなり重要視したいと思いますんで。なるほど。なるほど。つまりすでに僕が少し有利ということですね。今のところオリバー君完全に抜けております。やったぜ。こびたらいいってこと？違います。はい。それでは早速行ってみましょう。第1問、まずはこれを見てください。ボートレースは独特な方法でスタートします。うんうん。はい。こうやってね、今まだスタート実はしてないんですよ。ああ、なるほど。はい。これこうやってブーンと勢いをつけて、はい。そして今、スタートしましたってああ、いうスタートなんですね。このスタート方法の名前は一体何でしょうか？名前。どんどん答えてください。みんなで一緒に仲良くスタートしようですかね。違い違いますます。あれ学生みたいな感じじゃないの？僕多分あれエンジンを温める直前に少し温めなきゃいけないウォーミングアップみたいなのがあると思うので、なるほど。ワーミングスタートなんじゃないですかね。ワーミングスタート。お違います。あはい、どうぞレイちゃん。あ、はい。さあ、それを踏まえて、はい。エンジンスタート。ホットエンジンスタート違います。なるほわかった。じゃあそれを踏まえて、はい水チャプチャプスタートですね。やっぱりど。何踏まえて今出るしろよ。もうすいません。さあ、もう出ない。はいスいや、ヒントはねもう一個し、はい。タートのこの線を越えたら〇〇ですよっていう時に使う言葉とスタートっていう言葉がくっついてます。なんだろうな。このああ、分かったかもしれないです。フライング？正解。フライングやった。ラインだと思ったけどフライングなんですね。はい、フライングスタート方式と言います。なんだ。そうです。ボートレースは実はあれ船にブレーキついてないんですよ。ああ、止まれないんですね。止まれないから321の時にこのスタートラインを越えてなければどこから勢いつけてきてもいいですよってルールです。ああ、面白い。すごい、それ独特ですね。ということでまずはオリバー君が1問正解。やばいやばい。ありがとうございます。第2問、ボートレースの見どころの一つがまずこのターンというものがありますね。はい。ターンがうまくいくかどうかで勝敗が決まると言っても過言ではないぐらい大事です。はいはい、そのターンの仕方いろいろありまして、今一番主流になってるのがこちら
モンキーターンでございますね。はい名前は聞いたことありますね。聞いたことあります。はい、でこのモンキーターンの少し変形版みたいなのがありまして、こちらでございます。はい、これフラミンゴターンと言います。はフラあ。ミンゴあ、片足だからか。片足でバランスを取る。すごっ。さあそして、はいもう一個さらに変則なスコーピオンターンというのがあるんですけども、はいはい。はいこれはどんなターンなのかというのを皆さんちょっと一回絵に描いてみてもらってもいいでしょうか。はい。はいはい。じゃあまずはレインちゃんから言ってみようかな。おどうぞ。おお。なるほど。ターン方向と逆側に体の軸をターンをして前のめりになる。そうですそうです。船全体を針みたいに、スコーピオンなんで針みたいにふんふんふんつんざく感じで、こうちょっと上に上げて波を立たせて後ろの人たちを置いていくみたいなイメージ。よし、じゃあ次オリバくん。はい。これ書き終わって気づいたんですけど、体勢か正しくはなるほどね。逆側に一瞬軽く体重乗っけてからその勢いでさらに感性をかけてカーブすると、サソリの尻尾がちょっと曲がってるので、なるほど。サソリの尻尾のようなこう敵がね。ボートの後ろの引き波がそはいのサソリの尻尾みたいな感じになるというのでスコーピオンターン。わすごい。おお。なのかなと思ったんですけど、今までの流れで突然引き波を見せることはないと思うんですけどね。そうですよね。そうそう。はいだけど体勢かってなったら思いましたね。いや間違えましたね。減点ですよこれは。限定ではないでしょう。いや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 。じゃあ見せてください。そんだけね大口叩いてくれるレオス君、はい。ちょっとさっきから、まずこれどういうこと？まずはね脊髄を伸ばすんですよ。うんターンの時に。そしはいはいて尾てい骨から出すわけですよね。これ脊髄を。うん、で脊髄を、特段を発射してターンを優位に進めようっていうのがこれです。なるほど。はい。説明ちょっとごめんなさい、全然もう途中でいいやと思って聞いてなかったじゃあ一回ね正解を見て自分で確認していただければと思います。お願いします。はい、正解はこちらでございます。あれあれすごい。これ私の。形状だけで言ったら確かにね。確かに絵だけで言ったらレオス君が一番近いかもしれない。あ、でも確かに足が本当にサソリの尻尾みたいに。ねそうですね、それぐらい左にもう体重をかけて回るというターンなんですけども、はい。さあということで今2問終わりましたけども、最後の問題に行きたいと思います。お願いします。ボートの最高速度は時速80キロで、選手たちは水面ギリギリを走っていきます。はい。体感速度にすると約120キロと言われております。はあ、そうなんですね。ということで皆さんには選手の気持ちを体感してもらうべく、画面の今左から右に流れてくるもの、こちらが何だったかを当ててもらいたいと思います。なるほど。どういうことですか。多分ねちょっと一瞬分かっちゃうかもしれないんで、はい。はい。その時は皆さんのユニーク力でどうにか時間を持たせてください。素直に答えちゃダメなんですね。それでは映像お願いします。2、 1、 1。はいどうだ。いや、わかんなかったな。難しいよね結構ね、見えないね。なんだろうな今。ビさんわかる？ビさん。でももしかしてあれかもしれないですね。あ、何？東南アジアに住む人食いのヤバ淡水魚かもしれないこれは。でもねいい線いってるよ。いい線いってます？他誰かいる？なんか青かったような気がするので。いいとこ目つけてるね。豆猫くん？あ豆猫というのは今レオスくんの左ポケットに入っているうろんな生物くんです。ああ、違う、惜しい。あー確かにそう言われて似てるかもしれない、レオス君のそれと。はい、レインちゃん。分かっちゃったかも。青でうん、ちょっと丸みを帯びてたじゃないですか。はい帯びてた。 4次元ポケット持ってるんじゃないですか？やめろやめろバカ野郎。エモン、バカ野郎。エモン、エモンじゃないのよ。何の？じゃあオリバ君。じゃあ僕が書いた船の彼かな。ああ、船の上の船の、惜しいとこまで来てる。落ちるとこまで来てる。じゃあもうレインちゃん行っちゃって、レインちゃん行っちゃって。はい。ベナちゃん。ですよね。大正解。
よくわかったなんだまあ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 。まあでもさっきやばい名前出したんで減点1ですね。あ、言ってないあれかなみたいな。ということで今ので全てはテスト終了です。あはい。おみんな本当にねよく頑張ってくれました。特に最後なんか時間つないでくれてありがとう。言うんだそれ。じゃあ今回の優勝者発表したいと思います。はい。緊張してきましたね。優勝者ははい。レオスくん。ブー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 でしょ。ブーブー分かってるのよ。これぐらいの。一番違うじゃん。まあ皆さん本当に良かったんですけども、はい今回はそのレオスくん絵とかもやっぱ力入ってましたし、確かに。はい。はいそこをちょっと評価したいなと思いおまー。素晴らしいはいねす。ということでご褒美があります。お、もらえるんですかご褒美。超豪華お。ビナちゃん人形です。イエーイ。めっちゃかわいい。事前の話と違うんですが、私100億もらえるって聞いて。誰が言ったんだよそれ。ボートレスのことは多少はちょっとね詳しくなったんじゃないでしょうかね。今の結構詳しくなりましたね。すごい勉強になりました。うんブレーキがないのでスタートの仕方って結構他のレースに絶対やらないスタートの仕方だなと思ってそうなんですよね。すごい興味がきましたね。ありがとうございます。はい。そうですね、やっぱりそのスタートのやつとかフライングスタートのやつであったりだとか、それオリバー君言ったんでもうダメです。やっぱ違うやつあれですね、スコーピオンであったりとか、はいはいはいああいういろんな純粋な勝負の中でもパフォーマンスを忘れないっていうところですごく私関心が湧きましたね本当に。こんなに薄いトークないですよ。そうでしょ。さあということでちょっとレインちゃんにとってはねちょっとあまりにも初心者的なこの時間になっちゃったと思うんですけども、どうでしたか今日は。でも実はやっぱりこう知らない名前だったりとかうんあったんで、なんかより一層楽しめるいい番組になったなって思います。ありがとうございます。はいということで次はですね少し応用編ということで、ボートレースといえばやっぱ実際にね船券を買ってっていうのが醍醐味だと思うんですよ。確かに。はいということで次回は船券の買い方から予想の仕方ポイントなどを教えていこうかなと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました皆さん。さよなありがらとうございました。さようなら。さようなら。君たち見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぞ。